プレゼント作ったの。ほらこれなの。おお、素敵な封筒じゃねえか。勤労感謝の日のプレゼントか。直球なのがいいな。綺麗に飾り付けができてるね。折り紙で作ったの？貼り付けてるお花がとても上手だね。なんていうのか真心が伝わるぜ。で、中身は何なんだい？ほら、肩たたき定期券。1ヶ月有効なの。いつでもママがしてほしい時にマリアが肩をトントンしてあげるの。お夕飯を食べたらプレゼントするの。そりゃ喜ぶぜ。そういう気持ち忘れて久しいな。私もなんかお土産買って帰ろうかな。ジョージの兄貴もさっきから荷物を持ってるけど、ひょっとして親へのプレゼントだったり？うん、父さんには新しい財布をね。縁起担ぎなのかずいぶん古いのを使い続けてるんだけど、最近は小銭入れが破けて効果がよく落ちるみたいだから、そろそろ新しいのがあってもいいと思って。あとうちでは勤労感謝の日には母さんにもプレゼントを贈るんだよ。今日僕が行きがけに受け取ってきたこれが母さんへのプレゼントさ。そいつは何だい？包丁だよ。母さんは包丁にはこだわりのある人だからね。ブランド物でね、きっと気に入ってくれると思う。包丁ね。ブランド物ってくらいだから上等そうだぜ。いくらくらいするんだ？プレゼントは値段じゃないよ。これは20万ちょっとくらいのかな。20万円？それって高い？誤解しないでほしいのは値段じゃないってことだよ。僕のプレゼントにもマリアちゃんのプレゼントにもどちらにも勝るとも劣らないものが宿ってると思うよ。大切なのは気持ちなんだからね。気持ちが大事。2人ともお父さんに感謝する機会ってある？案外ないものだよ。勤労感謝の日って僕は素敵なイベントだと思うけれどね。プレゼントはね、誰でも使えるとっても簡単な魔法なの。魔法？感謝の気持ちはしてる本人にはよく見えるのに、相手にはちっとも見えない悲しいもの。それをね、目
る形にできて伝えることができる、とっても簡単で、そしてとっても素敵な魔法なの。そうだね。送るものの値段は関係ないんだよ。相手を思って何を送ったら喜ぶか考え、自分の足でそれを探し、包んで持ち帰り、感謝の言葉とともに手渡す、その過程、それがプレゼントという形になって結実して相手に伝わる。魔法と呼んでもいいものだと思うよ。本当に魔法なんだよ。この魔法を使うとね、ママが必ず元気になってニコニコになるの。そして会社の仕事も早く終わるようになって、毎日お家に帰ってきて一緒にお夕飯を食べてくれるようになるの。本当なんだよ。すごい効き目なの。確かにな。こんな真心のこもった肩たたき券を送られちまったらジーンときちまうな。よし、私も父さんのために何か買うぜ。好感度アップを狙ってうまくいったらギター買ってもいいって切り出せるかも。下心ありありだな。まあでもそれでも何も送らないよりははるかにいいぜ。そうだね。しない善よりする偽善だよ。ごますりだと思われてもいい。いや、そのつもりでもいいから、たまには何かご恩返しをしてみたら、きっと何かが素敵になるきっかけになると思うよ。家族が幸せになる魔法なの。なんだったらこれからデパートにでも行ってみるかい？バトラはルドルフおじさんに何を買うの？親父にね、無難にネクタイあたりをとでも言いたいところだが、親父のやつネクタイの好みにうるさくってな。よくもらい物のネクタイに柄が悪いとかダサいとかずいぶん愚痴を言ってるんだよな。ネクタイは好みがあるからね。でもプレゼントならどんなものでも嬉しいものだよ。ファッション系より日用品系がいいかな。日用品ならとりあえず使えれば文句は言わないだろうし。あー、わかるわかる。私も父さんのセンスはよくわからないから、実用性のあるものを探したいぜ。おーい、大切なのは気持ち。センスはいいの。私、この辺が気に入ったかもしれないぜ。おお、ドテラとはまた渋い。でもクラウスおじさんに似合うか？うちは母さんが厳しいからさ。実質以外はたとえ屋敷の中でも公共の場と同じ身なりをって厳しいんだよ。でもさ、それじゃあ肩が凝るってもんだぜ。父さんも時々こっそり愚痴ってるよ。母さんが来るとすぐに黙っちゃうけど。クラウスおじさんも可愛い人だね。ドテラはいいよ。ママも冬はドテラにジャージでおこたに入ってみかん食べながらテレビ見る。あのおしゃれなローザおばさんが？それは衝撃的な光景だな。僕はドテラ素敵だと思うよ。家ではのんびりリラックスしてほしいという気持ちは家族にしか伝えられないからね。確かにな。こういうのは身内からもらってこそだぜ。クラウスおじさんにはどんなのが似合うかな。マリアはこのピンクのカバさんのがいい。さすがにそれ父さんは着れねえぜ。父さんが着ても恥ずかしくない、もうちょっと貫禄のあるやつはないかな。クラウスおじさんだと
ドテラってよりはナイトガウンって感じだけどな。いやいや、肩肘を張らない家庭的なものがかえって喜ばれるものだよ。それにジェシカちゃんが自分で決めたというのに意味がある。僕は素敵なチョイスだと思うよ。それもそうだな。ジェシカだったらガウンよりドテラってイメージだぜ。なんだよそれ、どういう意味だよ。うぜえぜ。それよりバトラは何にするんだよ。俺はもう決まってるぜ。ま、無難にな。うわー、こういうとこには私縁がねえぜ。バトラ何買うの？電動ひげ剃り？親父、ああ見えてヒゲが濃いからな。油断してるとじいさまみたいにもみあげがあごひげとつながっちまうってぼやいてるぜ。なるほどね。これなら送られて困ることはないだろうね。しかし家電製品並みに色々あるぜ。女の私にはどれがどう高性能なのかさっぱりだぜ。まあ値段に比例して性能が高いと思って間違いないだろうね。女性の化粧品も同じでしょ。なことはねえぜ。値段だけじゃなくメーカーや相性もあるし、安いのが肌に合わないとお肌も財布もきついわけだぜ。クソ親父のヒゲなぞ芝刈り機でちょうどいいだろうと思いたいとこだが、ま、今日は特別だ。たまには勤労を感謝して一丁まともなものを買ってやるぜ。お師匠様よ。その話、まさかそれでそれぞれが親に渡してニコニコ笑顔でめでたしめでたしで終わるんじゃねえよな。そうですが、何か不満でも？子供たちが日頃の父親の勤労に感謝する素晴らしいお話ではありませんか？マリアは面白いよ。ダメダメ、こんなのつまんねえって。なあロノウェ、ひねりがねえよな。マリア様はともかく、ひねくれたお嬢様はひねくれたオチをお望みでございましょうから。こら、人がマリア教のために真面目なためになるお話を聞かせているというのに。だいたいそれでオチがみんなニコニコして楽しく過ごしましたとさ。めでたしめでたしではあまりにひねりがない。面白くない。キリッ。わらわのゲームを見てきて目の肥えた感激の魔女諸剣はここでわらわが登場してひと混ぜしてくれることを期待しているわ。なあマリア、なあロノウェ。さて、いかがでございましょう。お嬢様が多分お心の望むままにされるのが一番良い結果になりましょうから。マリア、ベアとのお話も聞きたい。聞かせて聞かせて。そういうわけだ、お師匠様。少しわらわが話をいじくってやろう。ダメですよ。
これは勤労感謝の日に親に感謝する気持ちを描いた綺麗なお話なんです。変な茶化しはしちゃダメです。まあまあ、そう固いこと言わずにさ、わらわがちょっぴりひねるだけだから。仕方がありませんね。少しだけですよ。ただしオチは必ず良いものにするんですよ。無事にプレゼントを手渡して幸せになれましたと、そういうオチにしないと怒りますからね。お師匠様の許可が出たぞ。それではいじるぞ、この物語、このゲーム版。なーに大きくかき乱しはせぬ。ほんのちょっぴり微笑ましい変化を加えるだけよ。微笑ましい変化？何ですか？プレゼントを何かおかしなグロテスクなものやその教育に悪いものに入れ替えてしまおうとでも言うのでしょ？教育に悪いものって何？なんだろうな、お師匠様。変な方向に誘導しようとしてもダメです。この作品はコンシューマー向けなんですよ。あなたの考えそうなことはすでにお見通しです。変な方向って何かな。なん安心せよ、お師匠様。わらわはこう見えてももう下品は卒業したのだ。そのような無粋はせぬって。では何のいたずらをするつもりですか？取るに足らぬいたずらよ。4人の準備したプレゼントがちょっとした気まぐれ事故で入れ替わってしまうだけだ。これなら問題ないであろう。確かにそれくらいなら微笑ましいで済みますね。面白い話になる？なるとも。続きはわらわが話すぞ。聞くがよい、マリア。それでは黄金の魔女ベアトリーチェによる勤労感謝の日の物語後編スタート。母さんにはこれを。いつも家族のためにありがとう。ありがとう。今年は何かしら。あなたは何だったの？わしは財布だった。おおきにな。あら、かっこいいじゃない。素敵なお財布ね。ジョージが選んだの？うん。父さんは若々しいから少し若者向けでもいいかと思って。今流行りのマジックテープ式さ。こらわしも財布に負けんようにせんとな。今は何だったんや。これから開けるわ。何かしら楽しみだわ。台所で開けてみて。きっと料理の役に立つから。何かしら。もう雑炊が煮えた頃ね。じゃあ台所でこっそり開けてみるわね。申し訳ないな、エヴァ。
本当はそこから高級包丁が出てくるはずなのだが、そのままでは。ありがとう。この包丁でこれからもお料理を頑張っちゃうわねとしかならんのでな。お前にはジェシカからの贈り物をプレゼントだ。あら、へえ、いいじゃない。これからの季節にはぴったりじゃない。あらやだ、ミトンと色がお揃い。ジョージったらあの人に似てセンスがいいんだから。おお、見劣りやないか。これからの季節にぴったりやな。ありがとうジョージ。これ大切に着るわね。お台所は冷えるから、これ本当に嬉しいわ。さっき書斎に上がってったよな。プレゼント気づいてくれたかな。どうしたのですジェシカ。落ち着きなくそわそわして。なんでもねえぜ。父さんはもう書斎へ上がったのかな。さっき上がりましたが、もうじき降りてくると思いますよ。ジェシカが買ってきてくれた紅茶を早速いただきましょう。すまん、待たせたな。あなた、ジェシカが買ってきてくれた紅茶ですよ。いただきましょう。あれ、父さん、そのプレゼントはどうだった？ありがとう。素晴らしかったよ。ああ、そう。おや、何かあったのですか？ジェシカから勤労感謝の日のプレゼントがあってな。なかなかにこじゃれていた。
肩が凝ったな。だからなんだよ、運動不足じゃねえの？肩を揉んでもらえたら嬉しいな。肩を冷やしてっから凝るんだぜ。厚着しろよな。例えばドテラとか。ドテラなど庶民の上着ではないか。そんなものより私の肩にはふさわしいものがあるんじゃないかね。はあ？ふさわしいものってなんだよ。うぜえぜ。そうか。午後9時までと書いてあったな。これはうっかりした。明日機会を改めるとしよう。何の話です？勤労感謝の日のプレゼントの話ですか？実はジェシカからこんなものをもらったのだ。あら、まあ。おう、これか。キリエが電話で言ってたのは。しみるね。なんだろうな。大事に使うぜ。もしもし、俺だ。わかった。繋いでくれ。極秘の商談だ。しばらくは誰の電話も伝言も取り次ぐな。もしもし。よう、ハニー。明日会えるって言ったろ。ここへはあまり電話するなって言ったぜ。バカだな。今夜はよく寝ておけって。明日の夜は寝られるとは限らねえぞ。本気になったら負けたぜ。お互い承知の関係だろう。そうさ。そういうストイックなところが俺は気に入ってるんだぜ。先日プレゼントしたやつ、ちゃんと身につけてこいよ。楽しみにしてるからね。もちろんよ。明日一晩は奥さんのことなんか忘れさせちゃうんだから。かわいいこと言うじゃねえか。ってよっ。
いやいや、ごめんな。実は明日急な用事が入っちゃってな。追ってこっちから連絡するから、しばらくはこっちに連絡しないでくれ。刺される社長、お嬢さんからお電話です。回しますか？回してちょうだい。マリアったら何かしら。仕事場にはかけちゃダメって言ってるのに。もしもし、マリア。どうしたの？お仕事中にごめんね。お仕事中にごめんね。マリア、ママは今プレゼンに向けて大忙しなのよ。言ったでしょ、今日から当分は帰れないくらい忙しいって。社長、また家に帰らないとか言ってんの？忙しくなんか全然ないのにね。たまには真面目に帰宅して娘さん孝行すればいいのにね。また新しい彼氏じゃないっすか。ほら、例のデザイン事務所のチーフプロデューサーの秋人さん。ちょっと細い感じの人？でもさ、あの人ひげ濃くね。つか夕方にはもう青々だよね。キスするときザリザリするとかありえない。うるさいなよ。死後する暇があったらフロントスリットの白ワンピのラフを上げてちょうだい。胸のリボンも忘れないでよ。ごめんなさいね。こんな感じなくらいママのお仕事は忙しいのよ。要件は何？手短にね。いつもお仕事を頑張って帰りが遅いママのためにね。今日お昼に帰ってきた時、ママのカバンにプレゼントを入れたの。え？カバンに？マリア、これは？マリアからのプレゼントだよ。これはどういう意味かしら。ママにということなの？今のママに一番ぴったりなプレゼントだと思うよ。ね、嬉しいでしょ？使ってママが喜んでくれるのがマリアの一番の幸せなの。だからそれを使って
ひとひねり入れていい感じにまとめたろ。有効です。ひねりを入れつつもちゃんと物語として成立したかと。おほん。つまりですね、真心込めて選んだものならたとえ品が違ってしまってもそれは届くというお話です。大事なのは心ということですね。じゃじゃーんというわけで、これはわらわからお師匠様にだ。わらわも勤労感謝の日に普段世話になっているロノウェやお師匠様にプレゼントを贈りたいと思ってな。まさかあなたがプレゼントを贈ろうなどという気持ちになるとは。嬉しくて戸惑ってしまいますよ。私も先ほどお嬢様より頂戴いたしました。まだ開けてはおりませんが。うん、ロノウェにはもう渡した。気にせずお師匠様も開けてほしい。ほれほれほれ。なるほど。ベアとオチが読めましたよ。へえ、何の話やら。私とロノウェに送ったプレゼントが逆になっているのでしょう。私に男性用のプレゼントが出てきてびっくり仰天。ドッタンバッタンドット払いというところでしょう。あなたの考えることは単純でいつも先が読めますよ。まあでもまあオチは読めてます。ロノウェ用に送った赤いふんどしでも出てくるとか、そういうオチでしょ。これは本？塗り絵の本ですか？そうそう、子供用のじゃないぜ。大人用のしっかり手応えのある古今の名画の塗り絵だ。銀座の老舗文具店で買ってきた水彩色鉛筆セット付きよ。おや、これは羨ましい。私が以前から欲しがっていたものです。ありがとう。あなたらしい贈り方ですね。おかしなものがプレゼントに違いないと思わせておいて、こんな王道な素敵なプレゼント。すっかりあなたのシナリオに騙されてしまいました。褒めすぎだぜお師匠様。ロノウェへのプレゼントが間違ってお師匠様に言っちまっただけなんだからさ。ありがとうベアト。この塗り絵ゆっくりと楽しむことにしますね。うん？お師匠様、勘違いするなよ。これはロノウェに送ったもんなんだからな。別にお師匠様に送ったわけじゃねえんだぜ。お師匠様言ったもんな。プレゼントが入れ替わっちまっても真心込めたもんならちゃんと気持ちは伝わるって言ったもんな。ところでロノウェ、
あなたのプレゼントの中身は？あって何でしょうか。おやおや、これは今流行のヒアルロン酸飲料ですな。これはありがたい。最近階段の上り下りで膝が痛んでおりましたもので、お年寄りには欠かせませんな。ベアトリーチェ。なーにお嬢様。さあさあ、思い出してごらんなさい。敬老の気持ち。あなたがどうやって殺されるかです。いでよ巨人の戦列、並べよ鋼の靴は、地平まで埋め尽くせ神なる槍。うがちて散らし、裂きては焼き払え。いでよシエスタこの英連隊、100の黄金球でこの無礼なる弟子を縫いつぶしてしまいなさい。麦上等だ、返り討ちよ。